S ダーツチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 S ダーツオフィシャルプレイヤーの星野光正です。本日は、僕の新モデル、パイロ G9 とパイロ G1 復刻版の紹介と Twitter で募集した、皆様の質問に、答えていきたいと思います。それではどうぞ。質問コーナー。はい、こちらはですね、S ダーツの、公式ツイッターで、募集した質問に答えていきます。たくさんの質問が、届いたということなので、皆様本当にありがとうございます。はい、それではですね、早速、読み上げていきたいと思うのですが、S ダーツさんに届いたこの質問を、事前に、5つですね、はいを、厳選していただいた部分で、ちょっと選ばれなかった方はちょっとね申し訳ないんですが、読み上げていこうと思います。そのまんまさんからいただいた質問です。星野光正選手のユニフォーム光蜜ですね、はい、だけ赤文字時代から応援します。ありがとうございます。初めて星野選手の投げ方見たとき、衝撃が走りました。ダーツを回転しながら片目をつむり、標準でいいのかな、を合わせ投げるあの姿、ダーツをやってる男性は皆真似をしたと思います。そうなんですか？はい。昔と今の投げ方で変わった部分を教えてほしいです。それと大好きです。僕も大好きです。そうですね、投げ方全体的にも変わったって言ってもいいんじゃないでしょうか。いい悪いで考えると悪いことなんですけども、僕は怪我がやっぱすごいついて回った選手でもあるので、その怪我が、起こった時に、前の投げ方がやっぱできなくなって、負荷を与えすぎてたんだろうなっていうことが結果論なんですけども、前の投げ方ができなくなっていて、新しい投げ方、腕の動かし方、体の向きだったりとかっていう部分を、ちょっとずつやっぱ変えていったっていうのが現状なんで、ほとんどの部分が変わってると言ってもいいんじゃないでしょうか。はい、そんな感じですね。ちゃんさんからいただいた質問です。星野選手、いつも応援します。ありがとうございます。試合中外した時にうなずくアクションをよく見かけます。あれは意図的にやられているのでしょうか？意図的と言われると違うのかな。自然と出てるんですけど、あれ実際何をしてるのか、それは声出してはね、相手に迷惑かかったりはするんで、声は出さないようにはしてるんですけど、自分の中でよしよし次やるよっていう、自分を励ましてる感じですね。外したものはもう、一生懸命狙ってね、スローラインとあって外してしまったものはもう仕方がないんで、それを後悔をずっと続けるよりかは、次に向かうためによし次行こうぜっていうふうに自分に対して励ましを送ってるっていう感じです。はい。それでは、3つ目の質問ですね。ベータ鉄メンヤ鉄新発売さんから、いただいた質問です。何か僕が宣伝してるみたいになっちゃいましたけど何か新発売されるんですかね。はい。若い頃と現在で、練習の仕方は変わりましたか？私はアラフィフになり、ということは僕もアラフィフですね。僕今年で46歳なので、四捨五入という意味ではアラフィフですね。はい。なり、若い頃のようにガンガン数を投げていると体のあちこちを痛めてしまうので、投げる数を減らしています。その練習をする意識っていう部分に関してはさほど変わりはないですかね。ただ自分の体をどう動いたら、例えばより長時間戦えるかとか、さっきの質問でもねあったんですけど、怪我をするっていうことがやっぱ多かったんで、その怪我につながらないような体の動きってどうなんだろうかとか、そういうふうなことは意識して練習はするようになったんですかね。
で、どうしてもその年齢とともにね、関節とかはやっぱどうしても硬くなってきたりとか、筋肉の衰えっていうのはやっぱ必ずって言っていいほど出てくるもんなんで、それに合わせたトレーニングだったりとか、若い頃できてたものが当たり前にできるっていう風な感覚でおったら、余計危ない怪我にまた見舞われてしまうんでね、そこら辺は考え方を変えていってるのが現状かなと思います。はい、それでは4つ目の質問です。みーさんかな、博多さんからいただいた質問です。これ僕の知ってるみーさんであればお久しぶりって言っております。星野さん、S ダーツの皆様、皆さんにね当てた、ありがとうございます。この動画いつも楽しみにしてます。質問なのですが、星野さんでもダーツを投げるときに緊張することってありますか？緊張した場合どう対処してますか？私は10年ぐらいダーツをしてますが、未だに大会やリーグの時に緊張して手が震えてしまうことがありますと。これ平たく言えば緊張しない方法とかそういう感じなんですかね。これ僕もすごい緊張しいです。なんですが、ちょっと考え方変えてもらって、その緊張が楽しいからやってる部分ってないですよね。そうこれもうガクガクくるわ、これ俺ダーツやってるって感じするわみたいな感じの部分もやっぱあるとは思うんですよね。だからその緊張する自分を否定するんじゃなく、まず受け入れて、これが楽しくてやってんねんの部分は必ずその緊張の中にあるとは思うんでね、それを自分自身で取り入れていくっていう感覚で練習に励んでいただいたらいいんじゃないかな。本番に向かう時もそういう感覚でね、緊張するから嫌だじゃなくて、緊張も楽しいうちの要素の一つやんというふうに捉えてもらったらいいんじゃないかなって思います。とんでもない緊張が来る時ってやっぱあるんですよ。これはもう意図せずなんで、手震えたことももちろんあるし、で手が震え、過去ね、昔ですけど手が震えた時はその構えて震え出す前に投げるっていうのをやってましたこれ参考になるかどうかわかんないですけど、いっぺんやってみてください。ただやっぱ緊張も楽しむ要素の一つだということも、受け入れてあげたらどうでしょうか。それでは5つ目、最後の質問になりますね。ベタハチさんからいただいた質問です。ベタハチさんね、子供にダーツっていいものだ、楽しいものだと思ってもらうためにはどういう工夫が必要だと思いますか？ダーツに限らずって考えてもらってもいいんじゃないですかね。その自分がダーツが好きなんであれば、そのダーツの良さを知ってもらいたいっていうのはすごく自然なことだとは思うし、釣りが好きなら釣りを進めてみたりするわけじゃないですか。でそれが自分の息子さんとか娘さんとかそういう感じなんですかね。であれば、僕の場合やったら何でしょう、お父さんお母さん、大人もそうやけどお兄ちゃんとかでもそうやったけど、僕が子供の時ね普通に思うと、ただただ何でっていう意味じゃなくて遊んでもらうということがすごい嬉しかった気がします。だから何々で遊ぼうよって、その遊ぼうっていう部分がすごい大事なんじゃないかな。でそこで初めて楽しいものだっていう感情が湧き上がってくるもんだとは思うんですよね。だから最初からこれ楽しいものだ、楽しいからやってみようっていう感覚じゃなくて、まず遊んでみようよというような感じで、あれ楽しいやんって、その楽しいって思うことも、10人おったら10通りあるんじゃないですかね。受け取り方っていう意味で楽しいの感じ方が10通りあるっていう意味ですね。なんでまずはちょっとお父ちゃんと遊んでよっていうね。もう子供は最初嫌がってても、遊ぶんやったらいいよみたいな感じにはなるとは思うから、まずはその遊ぶっていう前提でね、でそこからダーツに入っていくっていうのでいいんじゃないでしょうか。でね、そのダーツっていうものがある程度その馴染んできた時に、ちょっとだけね
からかってあげるというか、向きにならすっていうことですね。はい、お父ちゃんのがちょっとうまいみたいな感じのねちょっと子供を向きにさせてあげるっていう、泣くまでやったらダメですよすぐね向きになりすぎて泣いちゃう場合もあるんでね。だからそのギリギリをうまいことをね、大人だったらつけるんじゃないかなとも思うので、そうですね、まずは遊ぶっていうことと、で向きにならしてあげるっていうことを、思い浮かべて、一緒にお子さんと接してあげたらいいんじゃないかなと思います。はい、以上になります。皆様たくさんの、ご質問ありがとうございました。そしてですね、また S ダーツの方で、ご質問の方、募集する時があると思いますので、その時は皆様どうぞよろしくお願いします。はい、それではですね、今回発売される、パイロ G9 の、説明をしていきたいなと思います。2BA の通常版、S ダーツ限定版の、2種類です。スペックは、共通で全長が 39mm、最大径が 7.4mm、重量が 17.0g となってます。目を引くのがですね、このファイヤーパターンかと思います。通常版は、シルバーのボディにブラックのファイヤーパターン。S ダーツ限定版は、ブラックのボディにゴールドのファイヤーパターン。僕のイメージを、体現した、原点回帰ともいえる、ビジュアルに仕上がったんじゃないかなと思います。それではですね、これはごく一部のマニアの方から、ね、ご要望があって星の画伯を復活させてほしいということなんで早速書いてまいりました。パイロ G9 のですね、こういうところがあれなんだよっていう説明なんですけども、まずはですね、先端部からいきましょうか。もともとはそのストレートを着手したかったっていうのが事の始まりなんですけども、持つ部分がストレートだったらいいんじゃないのっていう考えから始まってます。で昔のね使ってたモデルも要はそういう感じのフォルムをしてたっていうものも、思い起こして着手したんですけども、まず先端部ですよね。これかなりすごい、感じるかどうかっていう部分の膨らみを持たせてます。でこれはなぜなのかというと先端部にいい意味での違和感を感じてもらうっていうことで、要は巻いた状態のまま投げてしまうと下に叩き落としてしまうっていうことがねよく失投として起こり得るので、それを自分の指の伝わってくる感触で知ってもらうっていう意味でその軽いテーパー部分を作りました。なんで下に巻き込むんじゃなくて前にテーパーがあることで前に出すっていう意識が生まれるっていうことで、ここら辺に膨らみを持たせて、それを意識してもらうっていうことです。で次にですね、中央、グリップエリアだいたい中央近く部分に、何カットやったっけ、ギアというか、そういうグリップを2本だけ入れてるんですよね。でここは、実際その頭頂部の部分、角に当たる部分多角形なんですけども多角カットなんですけど、一番出っ張ってる部分はその周りの径と太さ一緒なんですけども、ちょっとグリッとちょっと角度がずれると、逆にこう高低差一応つけて書いてるんですけど、ちょっとだけへこむ、もうほんまこれ握ったら分かるかな程度に押さえてるんですけど、そういう風な形を取ることでこれなんですけどね、握って初めて分かる程度のポジショニングの把握っていうものを求めてここに多角形カットを入れて、それを感じてもらおうっていう風にしました。要はいつもどこ持ってるんだっていう部分をね把握してもらうことって毎回同じグリップの位置っていうものもやっぱすごい大事だと思うのでそうさせてもらいました。で、これですね、もう全部の絵に詰めてちゃんと書いてるんで指だと分かってもらえるかなと思うんですけども、パイロのド定番、デルタで肉を押し上げ、グリップガリッとしながらも、食い込ませすぎないように
してですね、抜けの良さを実現しているとっていう形です。どうしてもそのきつい、ね、カットを作ってしまうと、そのカットとカットの間に肉がねグッと挟み込まれてしまって、抜けが極端に悪くなるダーツっていうのが生まれてしまう時もあるんですよね。でそれを避けるために、ただやっぱ、あんまりその間自体をギュッて狭くしちゃうと、今度はあんまりグリップ感を感じなくなっちゃうので、そういう意味でも刺激プラス、肉を押し上げて食い込ませないようにしてるんだけど、すごいガリッと感もちょっと感じる、しっかりしてるんだけどしっかり抜けてくれるっていう、形を今回、もうほんまにパイロンの定番ですねっていう部分を、使わせていただいてます。ある意味最近のモデルでいうと、デルタカットの復活っていう感じですよね。はい、続きまして、この度数量限定で復刻した、パイロ G1 です。スペックはオリジナル版と変わらず、全長 39mm、最大径 7.8mm、重さがですね 16.0g となっています。全世界、累計1万セット以上、販売実績があるということなので、ご愛用いただいた皆様、現状で使っていただいている皆様も、本当にありがとうございます。ピクセル&、マイクログルーヴの組み合わせが、当時は、すごく斬新だったんじゃないでしょうか。今でもですね、多くの方に合うバレルだと思っておりますので、ぜひお手に取っていただければなと思います。9年前ですよね。9年前のこの、6月24日っていう日にちを聞いてって言われるとないですですけども、その発売に至るまでの間はいやもうそれこそ何十セットとサンプル作ってこうでもないああでもないね、そのターゲットのバレルデザイナーさんともうほんまに言い争いながら作ってなんとかこの日に持ってこれたみたいなイメージはあります。何を使ってますか？フライトはですね8フライトスタンダードの三政星野モデル、G3 ホワイトですね、8フライト、星野 32mm ドリックスピンクリアマットですね。はい、僕のグリップはですね基本的には、しっかりメインとして押さえているのが、この2本の親指と人差し指が、メインでグリップしています。で、あとの中指はですね、真ん中添える程度の感じで、ベースとしては進行方向に対してちゃんとそのダーツの向きが、ちゃんと整っている状態の、グリップをしてからの添えてる指っていう感じです。
皆様ここまでいかがだったでしょうか。オンラインショッピングをご希望の方は、動画の説明欄に S ダーツのリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。また、お得に購入できますので、僕のクーポンコードである、パイロ0618を、入力して、お買い求めいただけると嬉しいです。また、S ダーツの実店舗である、池袋店、錦糸町店、台湾にある台北店で、試し投げができますので、ぜひ皆様よろしくお願いします。動画の高評価、チャンネル登録、そしてですね、温かいコメントの方を寄せていただけたらなと思います。以上、S ダーツオフィシャルプレイヤーの星野光政がお送りしました。最後まで動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。